皆さんこんにちは、レモン色です。今回はこちらのイラストの描き方を解説していきます。早速メイキングの解説に入っていきます。今回はいろんな構図、アイデアを書き出しながら考えています。私はいつも一枚絵に必ず人物を描くんですね。今回は初めて人物の顔を描かない一枚絵を描いてみました。顔を描くことってお絵描きの中で特に楽しいと思うところの一つなんじゃないですかね。そう思っている人結構多いと思うんです。私もこれまでそうだったんですけど、今回顔の描写を封印してみることで、自分が人物の顔を描かないスタイルでも楽しく描くことができるかというところをちょっと今回知る機会にしてみました。やってみた結果ね、十分楽しめました。なんで人物の顔を描くことが楽しいのかって、私たち多分人の顔に興味があるからなんですよね。そしてだからこそ顔において自分の好きが明確にあって、それをイラストに反映させていると思うんですよ。だから楽しい、ずっと見てられるとかずっと描いてられるって思うんですよね。で、私は最近もちろん顔を描くことも楽しんでいるんですけど、徐々に背景なども含めたイラスト全体の雰囲気っていうものにすごく興味が湧いているんですよね。ちょっと前だったらおそらくこの足しか描かない構図は、描いていてつまんないなとか、可愛い女の子の顔描きたいなって思ってたと思います。でね、そんなことを考えたりして興味関心の方向が少し変わったなーなんて考えたりしています。こういうの考えるのね、なんか自己理解ができて私はすごい好きなんですけど、なので次はね、レモン色は果たして人物を描かなくても楽しんで描けるのかというところでね、人物なしの小物だけとか背景だけとか、そんなイラストにもいつか挑戦してみたいなと思います。結構これって全然人それぞれなので、ほんと顔描くのは楽しいんだけど背景本当にだるいとか逆に背景はすごい楽しめるんだけど顔とか人物描くの本当に難しいなとかって悩んだりしてる人いるかもしれないんですけど、好きだから描いてて楽しいわけで、興味があるからずっと描けるわけなので、全然それは人それぞれあっていいと思うし、そういう優劣とかはないのでね、自然とね、ある日突然興味がパッと湧いて、私みたいに、顔を描かなくても十分絵描くのを楽しめたりするかもしれないのでね、その時が来るのを待ってみるのもありかもしれないですよね。このイラストもね、参考にした画像があります。こちらなんですけど、この穴に、何ですかねこれ、豚さんにしましょう。はい。豚さんがいる画像です。これ見て、この穴に女の子が入っている構図が自然と浮かんできました。こういうことを言っちゃっていいのかはちょっとわからないんですけど、この構図に、深い意味はないです。はい。ないんですよ。なんか作品を見て、そこからのメッセージだったり、込められた意味みたいなものを探したりするのって、面白いじゃないですか。で、意味を込める方もいろいろ考えて、伏線みたいなのを貼ったりしてね、すごい楽しいと思います。私もね、そういうこと興味あるし、たまに入れようかなって考えたりするんですけど、でも、それよりも、どっちかって言ったら、なんかいい感じとか、なんか雰囲気あるっていうその感覚だけで書くことが多いんですよ。私はなんかいいって思うことって私の感性だと思うんですよね。イラストを描く上で私のその感性を反映させるっていうことが結構私が絵を描く上で一番大事にしていることなんですよね。なんか意味を込めることも好きなんですけど、意味を盛り込みすぎて自分がいいと思わないデザインのイラストを描くのは嫌なんですよ。だからあくまでも私の感性っていうところ、なんとなくいいなとか、なんかいい感じだなって思うところを優先してイラストを制作しています。で、その感性、文字通り、感覚的なところなんですけど、こうやって皆さんに、発信する YouTube を通して伝えていく以上、感覚でやっていることを言語化しないといけないので、それについてちょっと解説として説明していきたいなと思います。で、私がなんでこの構図の雰囲気がいいと思ったのか、それはこのイラスト全体が含みのある表現をしているからです。私は現実と非現実が混在している雰囲気がとても好きなんですよ。例えば女の子が森の中にいるという設定って普通ですよね。あり得る。
でもその女の子が穴に潜っているっていう状況、どう思いますか？ってなりますよね。で、普通に生きてたらそんな場面ってないですけど、でも完全にないとは言い切れない。何か探し物をしているのかもしれないし、何かに絶望しちゃって無気力なのかもしれない。といった感じで、いろいろ想像できますよね。なんか絶妙な雰囲気を感じませんか？で、それに加えて、女の子の色が全身白色なんですよ。全身というか下半身しか映ってないんですけど、で、これはリアルではほぼありえませんよね。こういう全身白の女の子っていうのは。で、こんな感じで現実と非現実が混在している雰囲気、ちょっと違和感がある雰囲気に惹かれるっていう感覚が私にはあるんですね。もしかしたら同じ方もいるかもしれないし、全然そんなことないっていう方もいるかもしれないんですけど、それが私の感性。だからそれを表現しているっていうことになります。言語化するとね、こんな感じなんですけど、これなんとなくいいなと思いながら、こういうことを自動的に頭の中でやっているっていう感じですね。ちなみにこの構図は結構画像まんま参考にした感じがあると思うんですけど、でも色に関しては結構しっかり悩んで試行錯誤して決めていきました。ポイントは地面を緑色にしているところですね。地面茶色じゃないの？土じゃなくて草の設定？って思われる方もいるかもしれないんですけど、私も知りませんっていうところです。はい。はい。草を意識して緑色にしたわけじゃないんですよね。だから要はこれも私の感性ですよね。一枚絵全体の色味を緑色にしたいっていう思いがあったので、茶色をそのまま描くのはなんか違ったんですよ。あと、地面茶色にすると普通にまんまパクリになっちゃう気がして、ちょっと怖かったっていうことは言わないですけど、つまりね、私の視覚的にいいと思う雰囲気をわがままに表現した結果がこのイラストの色味になります。私の色の決め方について、もっと知りたい人はぜひこちらの解説動画がおすすめです。このイラストで使っているブラシはこのクリスタのシャーペンブラシです。これね、ほぼこれです。はい。これをね、使っていないところの方が少ないくらいですね。ガサガサした雰囲気出したい人は本当におすすめです。こちらの解説動画でもね、紹介しているので、ぜひ気になった方は見てみてください。さっき紹介した色の決め方の動画とこちらの動画、どちらも説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。といった感じで今回はイラストのメイキングを解説していきました。今回は具体的にイラストの雰囲気の決め方、私の感性を大事にしてますよっていうことを中心にお話ししてみました。いかがだったでしょうか？見てくださった方の参考になればとても嬉しいです。このチャンネルではイラストを通して自己成長を楽しむというテーマで発信していて、チャンネル登録者数10万人を目指しています。このチャンネルには他にもメイキングや添削動画などを載せていて、イラストの上達やお絵描きについての考えを深められるようなコンテンツを発信しています。私の活動を気になってくださった方、今回の動画で新しい発見があったよって方は、高評価とチャンネル登録、ポチッとよろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。